えっと、まあ、親孝行的な。ほら、母さんだって孫と暮らせたら嬉しいだろうし。ふん、可愛い孫と暮らせるのは嬉しいけどね。これ以上あんたたち二人の世話をするのはごめんだよ。何よ、このクソババアが。次男嫁はそう叫ぶと、近くにあった荷物を私に向かって投げつける。子供が泣いてた。そんなの知るかよ。私の子供なんだから、どう使おうが勝手だろうが。どうせ追い先短いババアなんだから、おとなしく息子の言うこと聞いてればいいのよ。次男嫁の聞き捨てならない言葉に堪忍袋の緒が切れた。私は一度深く深呼吸し、次男夫婦の方へ視線を向け、まっすぐに見据えた。私の名前は昭恵、78歳。3年前に夫が他界して、今は私一人。夫と一緒に過ごしたこの家で、のんびり気ままな生活を楽しんでいる。お友達とお茶をしたり、水彩画教室や料理教室へ行ったり、こうして年をとっても探せばいくらでも楽しめることがある。むしろ若い頃は仕事ばかりで忙しく、遊ぶ暇なんてほとんどなかった。今こうしていろいろな習い事や友人との交流ができて、若い頃よりも充実した日々を送れている気すらしている。私たち夫婦には息子が2人いて、どちらもすでに結婚している。長男の小太郎は有名なゲーム会社で働いており、長男嫁のめぐみさんは在宅でネットショップを経営しているそう。俺たちには子供がいないからさ、二人でも楽しい老後を過ごせるよう、今のうちにいっぱい稼いでおきたいんだ。それに、お互いに好きなことを仕事にできているから、とても楽しいんです。以前、2人が私にそう話してくれた。長男夫婦は子供に恵まれず、悲嘆に暮れている時期があった。だけどそれを乗り越えて、今は2人で楽しく過ごしているそうで、よく旅行に行ったりするらしい。私も何度か旅行へ誘ってもらったりもして、長男夫婦とは比較的良好な関係を築けていると思う。次男の優斗は今何をしているか正直私にはわからない。前に会ったのは夫の葬儀の時だからもう3年は会っていない。その時は確かどこかの印刷会社で働いていると言っていたが、その時俺にはもっとふさわしい仕事があると思うんだよな。だからもう辞めるつもりと言っていたので、今はもう別の仕事をしているのかもしれない。次男嫁の京子さんは専業主婦で4人の子供を育てている。次男嫁は実家が裕福なお嬢様で、今まで家事をほとんどしてこなかったそうだ。以前晩ご飯の準備の手伝いをお願いした時、私実家では何もかもお手伝いさんがしてくれてたんで、家事とかしたことないんです。そんな私に手伝わせるなんて、お母さん怖いと言われてしまった。内心、4人の子供がいて家事ができないって家ではどうしているのだろうかと思わず心配になってしまった。だけどまあ3年前に会った時、孫たちはみんな元気そうだったので、次男夫婦なりに何とかやっているんだとは思う。だけど次男夫婦のことで少し困っていることがある。孫たちに会いたいと思って次男夫婦に何度か連絡を取っているのだが、次男も次男嫁も全く連絡がつかない。電話をかけても出ないし、メールを送っても返事は返ってこない。完全に音信不通なのだ。まああまり干渉するのも良くないわよね。こういうのはほどほどの距離がいいって聞くし、きっと子育てが忙しいんだわ。何も連絡がないということは事故や病気というわけではないはず。きっとみんな楽しくやっているんだろう。私はそう思うようにし、次男夫婦に連絡をするのを控えるようになった。梅雨が明け、紫陽花も色を変え、風鈴の音が心地よい季節。暑いのも寒いのも苦手な私は家で涼みながら読書を楽しんでいた。すると玄関のチャイムが鳴る。誰か来る約束なんてしていないし、郵便かしら。私は慌ててハンコを持って玄関へ向かう。はいはいって言うと、玄関の扉を開けると、そこにはずっと連絡が取れなかった次男が立っていた。やけに大きな荷物を持った次男嫁と
孫たちも一緒だ。よう、母さん、久しぶりだな。お久しぶりです。次男と次男嫁はそれだけ言うと、私を押しのけるようにずかずかと家の中に入っていく。ちょっと、あなたたち急にどうしたのよ。いやー、ちょっとね。まあとりあえず上がらせて。暑くて倒れそうなんだよ。二人はそう言って先ほどまで私が涼んでいた居間へと入っていく。そんな不行儀な二人に私が思わずため息を吐いていると、おばあちゃん、お父さんとお母さんがごめんなさい。そう、両親の代わりに私へ謝ってきたのは一番上の孫娘の楓ちゃん。まだ中2だというのに両親の非礼を詫び、申し訳なさそうな表情で私を見ている。大丈夫、楓ちゃんは悪くないわ。だから謝らなくてもいいのよ。それよりみんな本当に大きくなったわね。私がそう言うと孫娘はほっとした表情へと変わり、ようやく可愛い孫娘の久しぶりの笑顔を見ることができた。ありがとう、おばあちゃん。ほらみんな、おばあちゃんにご挨拶。おばあちゃん、今日からよろしくお願いします。孫娘の呼びかけで一斉に下の子たちが私に向けて元気な声で挨拶をしてくれた。孫娘の下には小学5年生と3年生の男の子、保育園に通う女の子が1人いる。当たり前だが3年前に見た時よりも随分と大きくなっていた。子供の成長とは本当に早いものだ。みんなが元気そうでおばあちゃん安心したわ。でも今日からよろしくってどういうことかしら。あれ、お父さんたちが。おーい、母さん、エアコンの温度もっと下げてくれよ。孫娘が何かを言おうとしていたその時、今の方から私を呼ぶ大きな声が聞こえた。まったく温度くらい自分で下げられないのかしら。ごめんね、楓ちゃん。とりあえず涼しい部屋に行きましょうか。うん。不安げな表情の孫娘が少し気になったが、室内とはいえ玄関はかなり暑い。孫たちをエアコンの効いた居間へと案内し、冷たい麦茶を用意した。ごめんね、おばあちゃん。お茶しか飲まないからジュースがなくて。私、お茶好きだよ。おばあちゃんありがとう。俺も、私も、と、私が申し訳なさそうに差し出した麦茶を、お礼を言いながら嬉しそうに受け取る孫たち。なんていい子たちなんだろうと、思わず涙が出そうになってしまう。なのに、その孫たちの親である次男と次男嫁は不満そうな表情で、麦茶、炭酸水とかないんですか？コーラとかないのかよ。しけてんな。と口々に文句を言う。孫たちはこんな親を見て、よくここまでいい子に育ったものだ。そういえば急にやってくるなんて一体どうしたの？ああ、そうそう。今日からしばらくここに泊まるから。そんなの私何も聞いていないわよ。突然の申し出に思わず取り乱してしまう。だけど次男夫婦はそんなこと気にする様子もなく。そうだっけ。まあいいじゃんいいじゃん。可愛い息子夫婦と孫が泊まりに来てやったんだからさ、歓迎してくれるだろ。さも私がもろ手を挙げて喜ぶと決めつけた態度をとってくる次男。確かに子供や孫に会えるのはとても嬉しい。だけど急に来られちゃ私だって困るわよ。事前にちゃんと連絡してくれないと。はいはい、ごめん。次からは気をつけるからさ。次男の態度に思わず大きなため息が出てしまった。俺そろそろ出かけるわ。私も。お母さん、今日は友達と約束があるんで、子供たちのことよろしくお願いしますね。ちょっと待ちなさい。私の静止も虚しく、二人はさっさと荷物を持って出かけて行ってしまった。心底呆れてしまい、首を横に振りながら肩を落としため息を吐く。すると孫娘が私のそばにやってきて、泣きそうな声で話しかけてくる。おばあちゃん、ごめんなさい。私、お父さんとお母さんからおばあちゃんの家に泊まりに行くって言われて、勝手にそう言ってたなんて知らなくて。
そうやって謝る孫娘を本当にいい子だと思う反面、きっとこの子はこうやってずっと苦労してきたんだろうなと悟ってしまった。大丈夫、大丈夫よ。楓ちゃんは全然悪くないのよ。だから謝らないで。私がそう言って孫娘の頭をそっと撫でると、安心したような表情を見せてくれた。その後、私と孫たちは一緒にお絵かきをしたり、テレビを見たり、楽しい時間を過ごすことができた。一番上の孫娘も楽しそうに笑ってくれている。晩ご飯は孫娘と一緒にハンバーグを作ることに。楓ちゃんすごいわね。料理もテキパキとできて、おばあちゃんびっくりしたわ。いつもご飯は私が作ってるから自然とできるようになって。いつも楓ちゃんが作ってるの？優斗と京子さんは？ああ、お父さんもお母さんもあんまり家にいないから。私の質問にそう言って寂しそうな表情でうつむく孫娘。この子が家事をテキパキとこなせるのはそうせざるを得ない状況だったから。あの二人は普段からああして子供を放って遊んでいるのだろう。なんてこと。これはどうにかしてあげないと孫たちが不憫すぎる。私が思い悩んでいるのを察したのだろう。おばあちゃんのハンバーグきっと美味しいんだろうな。と孫娘は無理やり笑顔を作り、私に笑いかける。その笑顔がとても寂しそうで、私は胸が締め付けられるように痛くなった。その後、次男夫婦はお酒とタバコの匂いをまとわせて、それぞれ深夜に帰宅。子供をほったらかして、こんな時間まで。一体今何時だと思ってるの？私がそう二人に注意をしても、はいはいと適当な返事をするだけで、まともに聞いてくれず、全く反省の色がない。出かけると深夜に帰宅し、家にいる時は家事は一切手伝わず、ずっとだらけているだけ。叱っても適当な返事が返ってくるだけで、改善なんてちっともされない。そんな生活が続いていたある日、次男嫁から、子供たちが水族館に行きたいって言ってるから連れて行ってあげてとお願いをされた。特に断る理由もないので、私は次男嫁からのお願いを承諾し、孫たちと電車に乗って水族館へと出かけることに。水族館ではイルカショーやふれあいコーナーなどいろんなイベントを楽しむことができた。何より普段両親のせいで暗い表情をすることの多い孫たちが心の底から楽しそうに笑っている姿を見ることができて本当に嬉しかった。水族館で孫たちと楽しい時間を過ごし、その帰り道、なぜか家の前に大きなトラックが停車しているのが見える。どうしたのかと慌てて駆け寄ると、白いポロシャツを着た作業員が家の中へ次々と段ボールを運んでいく。どういうこと？私が動揺していると、家の中から次男夫婦が現れた。すかさず私は次男夫婦のもとへ行き、どういうことかと問い詰める。ちょっと言うと、これは一体どういうことなの？どういうことって、引っ越しだけど。はあ、引っ越し？あまりに突然のことに驚きすぎて二の句が告げない。次男夫婦は悪びれもせず、ヘラヘラと笑いながら話し出す。いや俺仕事クビになっちゃってさ、家賃払えなくて家追い出されたからこっちに住むわ。可愛い息子夫婦と孫と一緒に暮らせるんだし、別にいいだろ。そういうことなんでこれからもよろしくお願いします。確かに孫たちと暮らせるのは嬉しいが、それとこれとは話は別。こんなだらしのない次男夫婦と暮らしていてはストレスでどうにかなってしまいそう。だが私が次男夫婦と話している間に業者は荷物を運び終え、すでに帰ってしまった。次男夫婦は私や戸惑う孫たちの話を全く聞かず、勝手に部屋割りまでする始末。そして私の静止も聞かず、大切に残していた夫の部屋を寝室にしてしまった。もうどうしたらいいのかしら。孫たちのことを考えると追い出すことはできない。ほとほと困り果て、私はその夜、遠くの県に住む長男夫婦へ相談することにした。それから2週間後、もうすぐ夏休みも終わる頃、のどかな昼下がりに突然、家の中に叫び声が響く。叫び声がする方へ向かうと、
そこには慌てふためく次男夫婦の姿。私に子供を預け、1週間前から夫婦だけでハワイ旅行へ行っていた2人がようやく帰ってきたらしい。アロハシャツ、首にはレイを下げた陽気な姿とは対照的に、2人の顔面はまるで雪のように色を失っていた。おやおや、どうしたの？私が声をかけると、次男夫婦は私に詰め寄ってくる。おい、どういうことだ？俺たちの荷物が全部なくなってるんだけど。ああ、荷物ね。あんたたちがいつまでたっても生活態度を改めないから全部捨てたわよ。はあ、ふざけんなクソババア。私の発言で先ほどまで真っ白になっていた次男夫婦の顔が真っ赤に変わっていく。手に持っていた荷物や首に下げていたレイを私に向かって投げてきて、思わず小さな悲鳴を上げる。すると居間にいたとある人物が慌てて私のもとへ駆け寄ってきた。母さん大丈夫か？おい、ユウト、母さんに何するんだ？その人物とは長男の小太郎。私が以前次男夫婦のことを相談すると、わざわざ遠い県から夫婦でやってきてくれたのだ。あ、兄貴、どうしてここに兄貴が？次男は昔から長男に頭が上がらない。真面目な長男は次男が少しでも悪い行いをするといつも叱ってくれていた。次男がそれに反抗して殴り合いの喧嘩になったりもしたが、いつも長男に任され、いつしか次男は長男には逆らえないように。そんな長男がまさか我が家に来ているだなんて思ってもみなかったのだろう。天敵のような存在を見た次男は真っ赤だった顔色を真っ青に変えて、次男嫁は今の状況がつかめておらず、動揺している次男を怪げそうに見つめている。母さんに相談されてきてみたら、なんだよこれ。父さんの部屋はめちゃくちゃになってるし、それにお前ら家事も何も手伝わず、ずーっと母さんに甘えてたらしいな。それに子供たちから聞いたぞ。お前たちここに住む前はずっと楓ちゃんに家事を押し付けてたそうじゃないか。そんなひどい親なのに、楓ちゃんはずっとお前らの代わりに泣きながら謝ってたんだぞ。孫たちに長男が話を聞いた時、自分たちが今までどんな暮らしをしてきたかを話してくれた。次男夫婦はほとんど子供たちの面倒は見ずに、家事も全くしていなかったそう。一番上の孫娘が小学3年生の頃までは次男嫁の母親が家事をしに来てくれていたそうなのだが、腰を悪くして来れなくなってしまい、それからはずっと孫娘が家事をすることに。次男はパチンコ、競馬、ギャンブルばかりしていて、次男嫁は子供を放置していつも友達と遊んでばかりいたらしい。孫娘の話を聞いて、長男夫婦と私は思わず泣いてしまった。お父さんとお母さんが迷惑をかけてごめんなさい。それでも孫娘はそんなひどい両親の代わりに謝罪をする。そんな孫娘の姿を見て、張り裂けそうな怒りと悲しみで体が震える。もう許せないわ。私と長男夫婦は孫たちの話を聞き、我慢の限界を迎え、情けを捨て次男夫婦へ復讐することを決意したのだ。そして今こうして当人を目の前にして復讐する決意は一切揺るがなかった。反省の色が見えないヘラヘラとした表情の次男、悪びれもせずムスッとした表情の次男嫁、あまりにも情けない姿にため息も出ない。まあ親孝行的な。ほら、母さんだって孫と暮らせたら嬉しいだろうし。可愛い孫と暮らせるのは嬉しいけどね。これ以上あんたたち2人の世話をするのはごめんだよ。何よこのクソババアが。次男嫁はそう叫ぶと、近くにあった荷物を私に向かって投げつける。だがその荷物は私から2メートルほど離れた場所にある壺にぶつかり、私には当たらなかったものの、壺は無残にも割れてしまった。おい、何してんだよ。危ないだろうが。そのババアが生意気なこと言うから悪いのよ。楓が泣いてた。そんなの知るかよ。私の子供なんだから、どう使おうが勝手だろうが。どうせ追い先短いババアなんだから、
おとなしく息子の言うこと聞いてればいいのよ。次男嫁の聞き捨てならない言葉に堪忍袋の緒が切れた。私は一度深く深呼吸し、次男夫婦の方へ視線を向け、まっすぐに見据える。刑法261条、他人のものを破壊または傷害した者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する。はあ、何？次男嫁が不可解な面持ちでこちらを見ているが、私はお構いなしに発言を続ける。刑法第130条、正当な理由なく人の住居もしくは人の監視する邸宅建造物もしくは艦船に侵入しまたは要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。さっきから何なのよ。意味わかんない。気持ち悪いわね。何ってあんたたちが犯した罪の一部よ。はあ、罪？何よそれ。お母さんボケちゃった？私の発言に次男嫁はバカにしたようにケラケラと下品に笑うが、次男はピクリとも笑わず顔を真っ青にし怯えた表情で私を見ている。そんな様子に次男嫁もおかしいと思ったのだろう。表情を曇らせ次男の名前を何度も呼ぶ。だけど次男は大量の汗を流しながら固まって動かない。ねえ、ちょっとどうしたのよ、優斗。おい、聞いてんのか？うるせえ、このバカ女が。黙ってろ。しびれを切らした次男嫁が大きな声で次男を呼ぶと、次男はそれに対して焦ったような表情をしながら罵声で返事をする。はあ、何よバカ女って。お母さんが適当な法律言ってるだけでしょ。何をそんなに動揺してんのよ。母さんはな、元裁判官なんだよ。だから適当じゃなくて本当なんだって。母さん、ごめん。本当にごめん。俺たちが悪かった。許してくれな。俺息子だよ。可愛い息子を訴えたりしないよな。そう言って土下座をし、体を震わせ今にも泣きそうな顔で私に懇願する次男。そんな様子を次男嫁はありえないといった表情で見ている。はあ、家族だろうが何だろうが罪を犯した人間は裁かれるべき。それにあんたたちは一度痛い目に遭った方がいい。子供たちをほったらかしにして父親はギャンブル三昧、母親は男と遊び回って、あんたたちはろくな人間じゃないよ。情けない。私の発言に次男の体の震えがピタリと止まる。次男嫁はどうしてそのことを？と発言し、それが失言だと気がついたのだろう。はっとした表情で自分の口を手で押さえ、罰が悪そうな表情をしている。すると、私がおばあちゃんに教えたのよ。そう言って居間で次男嫁と遊んでいた一番上の孫娘が部屋に入ってきた。そして次男夫婦の前に行き、スマホ画面を突きつける。なんだよこれ。孫娘のスマホ画面には次男嫁が見知らぬ男と腕を組んで歩いている写真、その他にもチャットアプリでのやり取りのスクショなども見せていた。私が買い出しに行ってた時、偶然お母さんが知らない男の人と歩いてるのを見かけたの。そこから母親の浮気の証拠を集めるようになったと説明してくれた。自分の母親が浮気をしていると知ってどれだけ傷ついただろう。孫娘は目に涙を浮かべ、次男夫婦を睨みつけながら発言を続ける。私がもっと大きくなってお金も稼げるようになったら兄弟を連れて逃げるつもりだったの。それでこの証拠を使ってお母さんたちと縁を切るつもりだった。そう頑張って話す孫娘の声は震えていて、今にも壊れそうなほど苦しい表情をしていた。そんな孫娘を見ても2人は何も思わないのか、謝ろうとも抱きしめようともしない。ただただ証拠を突きつけられた次男嫁はおろおろとし、妻の浮気を知った次男は顔を真っ赤にして次男嫁を睨みつけるだけ。違うのよ優斗、これは誤解なの。黙れ、この浮気女。弁解しようとする次男嫁を次男は怒鳴りつけながら突き飛ばす。
転倒こそしなかったが突き飛ばされた拍子に後ろにあった棚に体をぶつけてしまい、痛みに顔を歪ませる次男嫁。何すんだこのクソ野郎。そして次の瞬間、次男嫁は次男につかみかかり、そこから次男夫婦は取っ組み合いの罵り合いを始めてしまった。二人が暴れるせいで家具はへこんでいるし、机や棚に置いていたものは床に落ちて壊れてしまっている。孫娘はそんな二人に限界が来たのだろう。もうやめてよ、お父さんお母さん。膝から床に崩れ落ち、声を上げて泣き出してしまった。だけど自分の子供がこんなにボロボロに傷ついているというのに、次男夫婦はただただお互いを罵り合うだけ。私と長男は慌てて孫娘のそばへ行き、背中を撫で何とか落ち着かせようとする。おい、お前ら可愛い子供たちをほったらかしにして、こんな小さい子にこんなことまでさせて、いい加減にしろ。それでも親か。長男はこちらを気にする素振りもない二人に怒鳴りつける。するとようやく罵り合うのをやめ、こちらに意識を向ける二人。子供のいない兄貴には子育ての大変さなんてわかんねえだろ。黙ってろよ。はあ、実際ほとんど面倒を見てたのはお前らの両親と楓ちゃんだろ。ろくに面倒も見てないやつが偉そうな口を叩くな。長男に正論をぶつけられ、何も言い返せなくなった次男は下唇を噛みながら黙り込む。何よもう。私は孫を4人も産んでやったのよ。それでもう十分じゃない。産んでやったんだから、あとはあんたたちが育てればいいでしょ。はあ、あんたな、産んだらおしまいじゃないんだよ。そこから大切に育てるのも親の責任だろうが。子供も産めない欠陥品を嫁にしたお兄さんに言われてもね。欠陥品だとあんたいい加減に。ガンと私はまるでガベルを鳴らすようにそばにあった棚に拳を強く叩きつける。静粛に。叩きつけた音と私の声に驚いたのか、3人は言い争いをやめ、私へと視線を向ける。あんたたち、いい加減にしなさい。楓ちゃんの前なのよ。小太郎もちょっと落ち着きなさい。ごめん母さん。つい。長男は申し訳なさそうな表情で私に謝罪をする。だが当の本人たちは苛立ちを隠せない表情。いくら話したってきっとこの2人は反省などしない。もし仮に謝罪したとしてもどうせ口だけの謝罪だ。私はこの2人に最終通告をすることにした。あんたたち生活態度を改めて子供たちの面倒をしっかり見ることはできないの？はあ、嫌ですよ。これからも子供の世話はお母さんにお任せしますし。いや、そうね。子供が授かれないかわいそうな夫婦に預けるのもいいわね。月50万でお世話させてあげるわよ。そりゃいいな。1ヶ月50万もあれば仕事しないでパチンコ行けるわ。よし、お前浮気してたんだし、親権は俺がもらう。んで、月50万は俺のもんだ。はあ、50万は私のものよ。親権は母親の方が取りやすいんだからね。ギャーギャーと醜い言い争いを再開させ、50万50万と我が子のことをもう子供とすら呼ばない2人。こんな性根の腐りきった2人ならどうしたって罪悪感なんて生まれない。子供たちもこんな親からは離れた方が絶対にいいはず。私はそう考え2人に判決を下した。小太郎、警察に通報してこの2人を警察に突き出すわ。母さん、わかった。長男はスマホを取り出し警察に電話をかける。すると慌てた様子で次男夫婦が私に駆け寄って懇願し始めた。可愛い息子を警察に突き出すのか。俺のこと見捨てるのか。ごめんなさい。警察だけはやめて。私捕まりたくない。子供たちだって私が捕まったらきっと悲しむわ。子供たちが悲しむ。それはそうかもしれない。腐ってもこの2人は孫たちの親。もしかしたら子供たちにとっては残酷な選択かもしれない。それでも私は孫たちがこの2人から解放されるなら恨まれたっていい。そう思っていた。
だが次の瞬間、あんたたちなんか親でも何でもない。警察に捕まってとっとといなくなればいいのよ。孫娘が泣き叫びながら次男嫁の方を強く叩いた。私たちが今までどれだけ苦しかったかわかんないでしょ。頼れる人はいつもいなくて、私と弟で下の子のお世話をして、月に渡される3万円でなんとか必死にやりくりして、それでも足りないから私はご飯抜きの日だってある。お小遣いなんてないから私は周りの子みたいにおしゃれもできないし、弟たちにゲームも妹の新しいクレヨンすら買ってあげられない。楓。おばあちゃん、遠慮しなくていいよ。私たちにこんな親必要ない。孫娘の言葉を聞いて、二人は今さら自分たちのひどい行いに気づいたのか、瞳に涙を浮かばせ憔悴したようにうなだれていた。それから数分後、家にパトカーが到着。二人は任意同行され、そのまま警察署に連れて行かれた。それから数日後、警察から聞かされた二人の罪状はとんでもないものだった。二人はそれぞれ詐欺のようなことをしており、次男嫁は婚活アプリでいろんな男を引っ掛けて結婚をちらつかせ、相手の男からお金を絞り取っていたらしい。次男はギャンブル仲間と手を組んで初心者相手にギャンブル詐欺を働いていたそう。その結果、二人仲良く牢屋でお勤めすることになった。次男夫婦に壊されたもののお金や迷惑料などは次男嫁のご両親が払ってくれた。そして捨てたと言っていた次男夫婦の荷物は実は全てトランクルームに預けていて、その料金もご両親が支払ってくれることに。どうやら遊び回っていた二人には貯金は一切なく、ご両親に泣きつき縁切りを条件にお金を出してくれたそう。だが出所してきたらきっちりと全額返金させると言っていた。二人は私や子供だけでなく次男嫁の家族にも縁切りされてしまったのだ。もし刑を終えて出所したとしても、もう誰も頼れる人はいない。きっと寂しく辛い人生を送るのだろう。それからしばらくして夏が終わり、今は秋。シルバーウィークを使って長男夫婦が我が家へ遊びに来てくれている。そんな楽しい時間を過ごしているのに、ふと次男のことを思い出し、どうして優斗はあんな風に私の育て方が悪かったのかしらと思わず心で思っていたことが外に漏れてしまった。すると近くで末の孫娘と一緒にお絵かきをしていた長男嫁が、そんなことないと思います。お母さんはとっても正義感にあふれた素敵な人ですもの。あんな人生を選んだのは悲しいけど優斗さん自身ですよと言ってくれた。長男嫁の優しい言葉に罪悪感で傷んでいた心が救われる。おばあちゃん、お父さんちね、すごいんだよ。お家にいっぱいゲームがあるの。それにお兄ちゃんたちよりうまいんだよ。お兄ちゃんも新しいゲーム買ってもらってたよ。すると小学生の男の子の孫2人が真新しいゲーム機を手に持って私に店に来てくれた。私はあまりゲームには詳しくないが、楽しそうにゲームをしている2人を見ているとこちらまで楽しくなる。お父さんか。ほんと今でも夢みたいに思えるんです。私たちに子供ができるなんて。そうね。めぐみさん、孫たちを引き取ってくれて本当にありがとう。いえ、お母さんからお話を聞いた時から私たちはそのつもりでしたし、むしろこちらこそお礼を言いたいくらいですよ。あの子たちを救ってくれてありがとうって。あのあと次男夫婦の子供は長男夫婦が引き取ることになった。どうなるかと思っていたが、自分のことばかりで愛情の一切を注いでくれなかった実の親よりも、一緒に遊んでくれて可愛がってくれる長男夫婦の方が良かったのだろう。今ではおじさんとおばさんと呼んでいた2人をお父さんお母さんと呼んで、まるで本当の親子のように接している。そういえばあの時のおばあちゃんすごくかっこよかったな。バンってやって静粛にってさ。だろう、俺さ、裁判官姿の母さんにすごく憧れてさ。まあ裁判官にはなれなかったけど、今は会社で裁判系のゲーム作ってて、それのモデル
実は母さんなんだ。あ、それ知ってる。すっごい有名なシリーズだよね。あれ、おばあちゃんがモデルだったんだ。すごい。楽しそうに話す長男と孫娘。いつも辛そうな表情をしていた孫娘も今は笑顔が絶えない明るい女の子に変わった。これも長男夫婦が愛情を注いで育ててくれているおかげなんだろう。本当に良かった。楽しそうに遊ぶ長男夫婦と孫たち。その幸せな光景に私の心は幸福感に満たされる。この子たちを見守っていくためにももっと長生きしなきゃね。心から幸せそうに笑う家族を眺めながら、そうしみじみ思うのだった。